皆さん、こんにちは。ペリアルです。今日は、最近読んだ漫画の中で特におすすめしたい、大人向けラブコメを2作品紹介したいと思います。この2作品です。小学館月さんにて連載中の森大志先生の漫画、あそこで働くむすぶさんと、講談社週刊モーニングにて、最近最終回を迎えた、山田金哲先生の漫画、汗と石鹸です。それでは早速、内容を紹介していきましょう。あそこで働くむすぶさんは、コンドームを研究している陸女のむすぶさんに対し、密かに思いを寄せている相模くんの恋の悩みを描くラブコメです。会社に勤めた経験のある男性であれば、似たような経験をしたことがある人も多いかもしれませんね。むすぶさんは、クールそうな見た目の通り、あまり恋愛に興味はなさそうではあるのですが、冷たい性格というわけではなく、とにかく仕事に対して真面目で熱心です。そんなむすぶさんが、相模くんと少しずつ接していくうちに、だんだん意識し始めるようになるという点がすごく尊いです。コンドームというテーマよろしく、恋も 0.01mm ずつ進んでいく、もどかしさが、なんとも癖になります。また、ネタバレになるため詳細は伏せますが、作品内のところどころにある、むすぶさんの大人の女性ならではの気遣いも、この作品の大きな魅力です。現在、コミックス3巻まで発売中です。大人向けラブコメではありますが、エロシーンはないため、成人未満の人でも気軽に読むことができます。皆様も、相模くんとむすぶさんのゆっくり進んでいく恋の行方を見守ってみてはいかがでしょうか。汗と石鹸は、化粧品やバス用品を扱うリリアドロックという会社で、商品開発を担当する香りのエキスパートである名取くんと、同じ会社の経理で働く八重島さんの恋愛を描くラブコメです。タイトルの通り、汗や石鹸、そして匂いが本作において非常に大きなテーマとなっており、名取くんと八重島さんの出会いも汗と匂いが発端となりました。一見フェチものに見えるようなタイトルでありますが、中身は純愛そのものであり、見ていて嫌な気持ちになるような描写は全然ありません。また、ラブコメにありがちな恋のライバルキャラが現れてドロドロになるような展開もほぼなく、あくまでも2人の間の問題とそれを解決するための話で全体が構成されています。本作はつい先日最終回を迎えましたが、この寒い日が続く中でとても温かい気持ちになれる良い最終回でした。現在コミックスは9巻まで発売中です。社会人の人にも、これから社会人になる学生の人にも、とてもおすすめの漫画です。いかがでしたでしょうか。ラブコメはいつ読んでもとてもいいものですよね。皆さんもおすすめのラブコメがあったら、ぜひ教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。